他の家庭に比べたら、我が家は恵まれている方なのだと思います。だって義母の梅さんには可愛がってもらえるし、家庭も円満ですから。私の名前はみゆき、専業主婦をしています。夫のあつしと娘のななみと暮らしてます。ななみはまだ1歳。手はかかりますが、とても可愛く、私たちは幸せでした。ただ一つ、義兄夫婦の関係さえなければ。ある日、義実家に行った時のことでした。なんだ、お前らも来てたんだ。義兄のゆうたさんが言いました。私はこの人が苦手です。どうも。私がそれとなく挨拶をすると、なにヘラヘラしてんだ？気持ち悪い女だな。そう意味もなく罵倒してくるのです。正直挨拶もしたくないくらいでした。みゆきさん来てたんだ。別に来なくてよかったのに。そう言ってきたのはゆうたさんの奥さん、えみさんでした。この人も私たちに対し高圧的な態度をとってきます。どうも。今度は笑顔なしに挨拶をすると、何その顔ムカつくんだけど。結局こうやって罵倒されます。もう何をやっても文句言われるんだと思います。この人たちと関わってろくなことになった試しがありません。基本的に無視することにしているのですが。おやおや、みんなよく来てくれたね。義母の梅さんがやってきました。体が弱く持病もある方です。私のことを実の娘のように可愛がってくれて、本当に優しくていい人です。心配で私は淳とよく梅さんの様子を見に来るのですが、義兄夫婦は、おふくろ、パチンコで金すっちまってさ、ちょっと5万でいいから小遣いくれない？と梅さんに対してお金を要求しに来ているのです。優しい梅さんはニコニコしながらお金を渡しますが、心が痛くなります。これでまたパチンコ行けるぜ。そう言って、義兄夫婦は意気揚々と出て行ってしまいました。梅さんがお金のためだけに利用されている感じがして、とても嫌な気分になってきます。おふくろ、兄貴たちちょっと嫌じゃないか？俺の方からいろいろ言っとこうか？淳がそう梅さんに言いましたが、梅さんは、大丈夫よ、心配しないで。お金ならたっぷりあるから。そう言ってニコニコしていました。しかし、だからといって梅さんに甘えてお金を奪うのは、私たちからしたらありえなくてなんだかモヤモヤしてしまいます。あなたたちも今日はどこか出かけるんじゃないの？ななみちゃん見ておいてあげるから。梅さんは私たちのことを気遣い、頻繁に娘のななみを預かってくれます。その度にお礼はしているのですが、やはりちょっと申し訳なくなります。お母さん、私たちと一緒に住みませんか？私は思い切って梅さんにそう提案してみました。しかし梅さんは、ありがとう。でも大丈夫よ。私は一人でも元気だから。そう言って断りました。しかし、いつまでも一人では、どんどん義兄夫婦に搾取されるばかり。私はそれが心配でした。案の定、次に梅さんに会いに行った時も、義兄夫婦は来ていました。なんだよ、また来たのか。もしかして毎日来てるんじゃないの？こいつらもお金せびってんじゃない？あなたたちには言われたくないんですけど。
ていうか、毎日来てるのはそっちでは。そう思えてしまうほど、私たちが来るときにはこの2人も来ています。なあ、おふくろ。今日は10万頼むぜ。ちょっとパチンコで熱くなりすぎてさ。10万？さすがにそれはやりすぎだと思い止めました。なんだよ、文句あんのか？生意気、ゆうたに反抗するとか。いくらなんでも10万円の請求なんて、年金生活者にそれはめちゃくちゃです。あつしもこれには全面同意のようで一緒に抗議してくれました。しかし、うっせえな。おふくろは金がたんまりあるから使い切れねえんだよ。そうそう。使い切れないお金を私たちが使ってあげようとしてるわけよ。わかる？そのお金はあなたたちのお金じゃなくて梅さんのお金なんですけど、他人のお金をまるで自分のものかのように勝手に使いまくるのは許せません。断固として抗議する姿勢を取りました。梅さんはおろおろしながら、ちょっと喧嘩はやめなさい。もっと仲良くしてちょうだい。優しい梅さん、喧嘩するくらいなら、と財布を取り出しました。そういうことじゃないんです。義兄夫婦が梅さんを財布扱いするのが許せないんです。結局、義兄夫婦は梅さんからまたお金を奪い、パチンコに向かいました。ごめんなさい。またお金を。そう謝ったのですが、梅さんは全く気にしていない様子でした。独り身の私に会いに来てくれるんだから、お金くらい全然あげるよ。しかし、あんな頻度でお金を渡していては、梅さんの生活が成り立たなくなりそうで、しかもおそらく、私たちが来ていない時にも、あの2人は来ていると思いますし、このままでは梅さんが困る。そう思っていた時でした。バタ。梅さんが急に倒れたのです。お母さん、どうしたんですか？やばいぞ。すぐに救急車だ。梅さんがピクリとも動かなくなってしまいました。嫌な汗がこみ上げてきて、涙まで出始めて、大好きな梅さんがいなくなってしまうんじゃないかという不安。すぐに救急車を呼び、病院に駆け込みました。幸い、命に別状はないとのことでした。しかし、油断はできない状況とのことです。持病は悪化しているようで、またすぐに倒れる可能性があるとのこと。いよいよ、梅さんを一人で生活させるわけにはいかないと思い始めていました。その時です。おいおいおい、おふくろが倒れたって？大丈夫なの？パチンコ飛び出してきちゃった。義兄夫婦が病院にやってきました。正直驚きました。この二人にも梅さんを心配するという気持ちがあったのだと思いましたから。しかし、すぐにそれは心配ゆえの訪問でないことに気づかされます。おふくろどこ？あの世に行く前に遺書を書いてもらわねえとな。そうそう。財産は全部ゆうたに譲るって書いてもらわないとね。信じられない発言でした。普通、倒れた実母に対して言うセリフでしょうか。その発言に対し怒っているのは私だけではありませんでした。おい、ふざけるなよ。おふくろが倒れたんだぞ。長男として言うセリフがそれか？あつしがかなり怒り混じりの声でそう言いました。しかし、ゆうたさんとえみさんはヘラヘラしていました。なーに怒ってるんだよ。別にすぐあの世に行くわけじゃねえんだろ。そうそう、気が早いのよあんたは。
っさとあの世に行ってほしいと思ってるの？とんでもない煽り方。淳の顔がどんどん赤くなりました。大声で会話はやめてくださいと看護師さんに言われて、淳は冷静になりました。しかし正直、許せない気持ちでいっぱいでしょう。梅さんを侮辱するような発言をされたのですから。私も実の娘のように可愛がってもらっただけに、あの二人の態度には怒りを覚えています。ですがまずは梅さんの体調の心配を。そう思い、怒りを何とか抑えていました。翌日、梅さんが目を覚ましたというので面会に行きました。ああ、ありがとうね、二人とも。穏やかな声の梅さん。しかし、明らかに元気はなさそうでした。人の命が少しずつ失われていくようで、なんだかすでに涙が出てきてしまいました。何泣いてるのよ、みゆきさん。私だったら大丈夫だから。そう梅さんは笑っていましたが、やはりどうしても涙が。おふくろ、俺たちと一緒に住まないか？不意に淳がそう発言しました。また急に倒れてもすぐに対応できるように。確かにその方が安心です。そう思っていたのですが。でもね、ゆうたとえみさんに施設を紹介されてるのよね。え？施設？どうやら私たちが来る前に義兄夫婦が先に面会に来ていたようです。そして施設に入れようと画策しているようでした。梅さんから施設の名前を聞くと、凄まじい劣悪環境のところでした。中には利用者に対してひどい言葉や仕打ちをするというような書き込みもあり、こんなところになぜ入れようと。その理由は一目瞭然でした。施設の利用料金が破格の安さなのです。きっと梅さんのお金で施設に入れて、自分たちが搾取するお金を最大限残したいのでしょう。どこまでお金に汚い連中なのでしょうか。考えるだけで吐き気がしてきます。おふくろ、このままじゃ本当にお金が全部奪われちまう。俺たちと一緒に住もう。でも、そんなことしたらゆうたとえみさんが悲しむんじゃない？梅さんはどこまでも優しい人です。あんな鬼畜な二人まで優しくするなんて。今日の面会は終了になってしまいました。私たちはゆうたさんたちの自宅に行くことに。なんだよ、急にうちに来てさ。迷惑そうな声を上げるゆうたさん。迷惑してるのは梅さんの方なのに。おふくろに施設を案内したらしいな。どういうことか説明してもらおうか。その話をしていると、エミさんがやってきました。ああ、施設の話？だってあそこが一番安かったんだもん。うちは面倒見たくないし、施設にぶち込んどくのが一番いいでしょ。だったらうちで預かりますと言ったのですが。何言ってんのよ。そっちの家に入ったら私たちがお金をせびりにくくなるでしょ。やはり一番の目的はお金でした。そんなに正直に言われてしまうと。なんだか悲しみを通り越してよく開き直れるなと呆れてしまいます。ああ、もうとりあえず帰れよお前ら。邪魔。これからパチンコ行くんだよ。またパチンコ。他にすることはないのかと聞きたくなりますね。このままでは本当に梅さんはお金を奪われ続けるだけです。私たちは翌日、すぐに梅さんに面会に行きました。私たちと一緒に住みましょうと言いに。そしたら、驚くべき発言が返ってきました。その翌日、
義兄夫婦から連絡が入りました。どういうことだ？おふくろが退院したって？今どこにいるんだ？かなり怒鳴っていました。よほど施設に入れたかったようですね。しかし、そうはさせません。私は電話口で答えてやりました。お母さんだったらうちで引き取っています。もう会わせるつもりもありませんから。そう言うと、さらにゆうたさんの声が荒々しくなりました。はあ？ふざけんな。おふくろは施設に入れるって決めてんだよ。これからも金を奪ってやるんだ。弟夫婦ごときが邪魔してんじゃねえよ。どうやら、ゆうたさんたちは気づいていないようです。梅さんがどういう状況にいるのか。仕方がないので、何も知らないゆうたさんに教えてあげることにしました。お母さん、とっくにお金は底を尽きていたらしいですよ。あなたたちが際限なくお金を奪うから。そう言うと、ゆうたさんは、と声を漏らしました。しかし、信じられなかったのか、まだ私に対して罵倒を浴びせてきます。そんなわけねえだろ。でたらめ言って、お前らが金を奪う気だろ。お金にしか興味のない人は、そういう考え方しかできないのでしょうか。すべて事実です。梅さんは優しいので、もうお金がないだなんて言えなかったのです。毎月の年金もギリギリまでゆうたさんたちに渡し、自分はもやしなどで生活していたとか。そりゃ体調も悪くなって当然ですよ。ゆうたさんたちがそんな生活にさせていたのです。うるせえ、信じねえぞ。またパチンコで負けたんだから。まだまだおふくろから搾取しなきゃならないんだ。ゆうたさんの声を聞いたのか、今度はエミさんまで怒鳴ってきました。こら、どういうつもりよ。こんなの誘拐と変わんないわ、この犯罪者。今度はこっちを犯罪者呼ばわりしてきました。どっちが犯罪者ですか。呆れて物も言えなくなってしまいます。親族でも窃盗になることを知らないのでしょうか。私はそれとなく伝えてあげることにしました。今回のあなたたちの行動は明らかな窃盗です。お母さんの方から損害賠償請求されると思います。そう言うと、ゆうたさんとエミさんは電話口でもわかるくらい動揺しました。損害賠償？脅してんじゃねえよ。そんなのちっとも怖くねえぞ。口では強がっていても明らかに怖がっている様子。自分でやったことに対しそこまでビビるなんて、声が大きいだけの小物だったんですね。損害賠償なんて請求できるわけないでしょ。私たちは家族なんだから。法律に詳しくないなら、あまり無知をさらさなくてもいいんじゃないでしょうか。まあ、確かに、刑法では親族間の刑を軽減する親族相当例という規定がありますが、だからといって損害賠償が請求できないわけではありません。せっかくなので私はそのことを丁寧に説明してあげたのですが。何言ってるかわかんねえよ。難しいこと言って納得させようとしても無駄だぞ。理解力の乏しさからこの話をしても全く無駄なようでした。まあ、人のお金を平気でパチンコに溶かすような人ですから、法律の話なんてわかるわけないですよね。仕方がないので、私は梅さんに電話を代わることにしました。本人からいろいろ言われた方が、向こうも納得できるでしょう。ゆうたとエミさんかい。ごめんね。私、本当はもうお金ないんだよ。そういう梅さんの声は本当に申し訳なさそうで、こちらが謝りたくなってしまいます。お母さんは悪くないんですよ、と声をかけてあげたくなってきます。しかし、かすかに電話口からは、おふくろ、今からでも間に合う。
施設に入ろうぜ、なあ。そうですよ。その方が幸せになれますよ。と、この後に及んで施設に入れようとする義兄夫婦の声が聞こえてきました。お金がないって言ってるのが理解できないのでしょうか、この二人は。私が間に入ろうと思ったのですが、その時、あんたたちは、私の心配をするんじゃなくて、お金のことしか考えてないんだね。そう梅さんが言い始めました。その瞬間、なんだか空気が凍ったような。それから、梅さんは続けてこう発言しました。あんたたちには今から損害賠償を請求するよ。今まで甘やかしてた私が悪かった。梅さんの方からはっきりと請求するという発言が出てきました。その発言を聞いて、電話口からは慌てふためく声が聞こえてきます。待てよ、おふくろ。俺はおふくろのことを考えて言ってやってるんだぜ。そうですよ。私たちこそお母さんのこと考えてるんですよ。そう自分たちを正当化しようとしていましたが、梅さんは全く聞き入れませんでした。私にとっては、淳たちと一緒に生活するのが一番幸せなんだよ。あんたたちは私のお金が欲しいだけなんだろう。誰にでも優しい梅さんでも、ここまでお金を奪われたのはさすがに怒ったのか。それとも、私たちの呼びかけで自分が搾取されているだけと気づいたのか。どちらにしても、梅さんの方から損害賠償請求するという言葉が出たのは大きいです。私は梅さんに代わり、弁護士を依頼しました。電話口からまた声が聞こえてきます。わかったから、俺たちが悪かったから、頼むから賠償金はやめてくれ。お願いですからやめてください。今さらそうやって謝っても遅いです。今までどれだけのお金を奪ってきたことか。私は容赦なく弁護士に依頼しました。梅さんは状況を弁護士に細かく説明。しばらく経ち、無事に裕太さんと恵美さんからお金を取り戻すことができました。二人は現金を持ち合わせていなかったようで、借金をしてお金を作ったそうです。おかげで今は借金返済のために二人とも朝から深夜まで馬車馬のように働いているとか。お互いお前のせいだと罵り合いながら。人のお金を奪いパチンコをやってきたんですから、いい気味だと思いました。今後もせいぜい働き詰めであってほしいです。私たちは梅さんと引き続き一緒に住むことになりました。梅さんはとても幸せそうで、そんな梅さんを見て私たちも幸せを感じています。これからもこんな幸せな生活が続けばいいなと思っています。